宗教改革の発端、時代背景と宗教的不満。宗教改革は時代背景と宗教的不満が組み合わさった結果、発生しました。この時期、人々は教会の腐敗と聖職者の道徳的堕落に強い不満を抱えていました。当時のキリスト教会、特にカトリック教会は、職有上の販売や聖職者の権力乱用など、多くの問題を抱えていました。これに対する批判が高まり、改革の必要性が強調されたのです。職有上の販売は、罪の許しを金銭で買うことができるという教会の教義であり、これが広範な批判の対象となりました。人々は、教会が霊的な指導者としての役割よりも、財政的利益を追求していると感じていたんです。このような時代背景と宗教的不満が積み重なり、宗教改革の必要性が高まり、最終的にはマルティン・ルターの行動につながりました。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。マルティン・ルターの95箇条の論題。マルティン・ルターの95箇条の論題は、宗教改革の火付け役となり、キリスト教会の根本的な改革を求める運動を引き起こしました。ルターは、教会の教義と実践における多くの問題点を指摘し、特に職有上の販売に対して強く反対しました。彼の主張は、当時の多くの信徒の不満と共鳴し、大きな議論を呼び起こしたのです。ルターが95箇条の論題を発表した1517年10月31日は、宗教改革の象徴的な出来事とみなされています。彼の論題は、ヨーロッパ全土に広まり、多くの支持者を集めました。マルティン・ルターの95箇条の論題は、宗教改革の始まりを告げるものであり、後のキリスト教会の分裂とプロテスタント運動の発展に大きな影響を与えました。宗教改革の広がりと初期の影響。宗教改革はマルティン・ルターの行動から始まりましたが、やがてヨーロッパ全土に広がり、キリスト教会内の深刻な分裂を引き起こしました。ルターの主張は速やかに支持を集め、ドイツをはじめとするヨーロッパの多くの地域でプロテスタント運動が勃興しました。これは宗教だけでなく、政治、社会、教、住にも大きな影響を及ぼしました。宗教改革はドイツの農民戦争や後にイングランドでの国教会設立など多くの社会的・政治的動きの引き金となりました。また、カトリックとプロテスタントの間の対立は後の宗教戦争へとつながっていきました。宗教改革の広がりとその初期の影響はヨーロッパの歴史の中で重要な転換点となり、キリスト教世界だけでなくヨーロッパ全体の歴史の流れを大きく変えることになりました。宗教改革の展開、プロテスタント運動の拡大。プロテスタント運動の拡大は宗教改革の革新的な部分であり、ヨーロッパの多くの地域で新しい教派の形成と信仰の多様化を促しました。マルティン・ルターによって始まった改革の動きは、ジャン・カルバンやツビングリなどの他の宗教改革者によって引き継がれ、各地で異なるプロテスタント教派が誕生しました。これらの教派はそれぞれ独自の教義と組織を持ち、カトリック教会に対する強力な代替勢力となりました。カルバンの影響下でジュネーブはプロテスタントの中心地となり、イングランドでは国教会が成立しました。これらの動きはヨーロッパ各地で宗教的景観を変え、カトリックとプロテスタントの二大勢力の形成に寄与しました。プロテスタント運動の拡大は宗教改革の中心的な現象であり、ヨーロッパの宗教的、社会的、政治的構造に深い影響を及ぼしました。宗教改革とヨーロッパの政治。宗教改革はヨーロッパの政治に大きな影響を与え、国家の権力構造と教会の関係に変革をもたらしました。多くのヨーロッパの君主や貴族は宗教改革を政治的な機会と捉え、自国の教会をコントロールするためにプロテスタントの原理を採用しました。これにより、政治権力と宗教権力の関係が再編され、国家主導の宗教改革が進みました。
イングランド王ヘンリー8世はローマ教皇との決別を経て国教会を設立し、自らを教会の長としました。このようにして宗教改革は国家主権の強化と緊密に結びつきました。宗教改革はヨーロッパの政治風景を変え、各国が宗教政策を通じて内政と外交の両面で独自の道を歩む契機を作りました。宗教戦争と平和の模索。宗教改革の結果として勃発した宗教戦争はヨーロッパの国々に甚大な影響を与え、最終的には異なる宗派間の共存の模索へとつながりました。宗教的対立は次第に武力衝突へとエスカレートし、特にドイツの30年戦争では多くの人々が犠牲となり、地域全体が荒廃しました。これらの衝突は最終的には宗教的寛容の必要性を浮き彫りにしました。30年戦争の終結をもたらしたウェストファリア条約はヨーロッパにおける主権国家システムの基礎を築き、宗教的寛容の概念を確立しました。これにより異なる宗教を持つ国家間の新たな国際秩序が形成されました。宗教戦争とその後の平和の模索は宗教改革の長期的な結果であり、ヨーロッパにおける宗教的寛容と国際関係の枠組みに大きな影響を与えました。宗教改革の影響、宗教と社会への影響。宗教改革は宗教と社会に深刻な影響を与え、キリスト教の内部分裂をもたらし、信仰と権威の問題を中心に新たな社会秩序を形成しました。プロテスタントの出現は、カトリック教会の絶対的な権威に挑戦し、個人の信仰と解釈の自由を強調しました。これにより、信仰に関する個人の自立性が高まり、教会と信者の関係が変化しました。プロテスタント諸派では聖書の直接研究を奨励し、信仰の個人的な体験を重視することで信者の宗教的参加と責任感が増大しました。また、教会と国家の関係も再定義され、多くの地域で世俗権力と宗教権力のバランスが変わりました。宗教改革は宗教的権威と社会構造に対する基本的な見直しを促し、ヨーロッパの宗教的風景と社会的アイデンティティに永続的な影響を与えました。経済と文化への影響。宗教改革は経済と文化の両面に影響を及ぼし、経済倫理の変化と文化芸術の新たな発展を促しました。マックス・ウェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神に象徴されるように、プロテスタンティズムは勤勉さや節約を倫理的実りとして奨励し、これが後に資本主義経済の発展に影響を与えました。文化面では、プロテスタント諸派による聖書中心主義は、教育と印刷技術の発展を促し、新たな芸術的表現を生み出しました。宗教改革後のヨーロッパでは、多くのプロテスタント地域で学校教育が普及し、識字率の向上が見られました。また、宗教画や音楽などの分野で新しいスタイルが生まれ、特にバロック芸術などは宗教改革の影響を強く受けました。宗教改革はヨーロッパの経済倫理と文化的アイデンティティを形成する上で重要な役割を果たし、経済活動と芸術表現の両面に深い足跡を残しました。現代における宗教改革の遺産。宗教改革の遺産は現代社会においても強く感じられ、多元的な信仰体系、宗教と国家の関係、個人の信仰の自由など、多くの側面でその影響が続いています。宗教改革は、宗教の多様性と個人主義の価値を強化し、これが現代の民主主義や人権観、社会的多元主義の基盤となりました。また、宗教の自由と個人の良心の自由という概念は、現代の法体系や社会倫理において中心的な価値となっています。現代の多くの国における宗教の自由や、異なる宗教間の対話と協力の増加は、宗教改革の影響によるものです。また、プロテスタンティズムがもたらした教育への協調は、現代の教育制度と学問の自由の発展に寄与しています。宗教改革は現代の社会、政治、文化に多大な影響を与え続けており、
その遺産は今日の多くの基本的な価値観や社会構造の根底に流れています。